こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は家に余りがちなミニメモ帳の仕事や家事暮らしに役立つ活用方法を紹介していきます。手のひらに収まるくらい小さなメモ帳、家に余っていませんか？ここ最近小さいメモ帳の可能性に気がついて使い倒しているので、その中でも仕事や家事に役立つ使い方をいくつか紹介していこうと思います。ちなみに今回使うミニメモ帳は長辺が10センチ前後、短辺が5センチ前後と、身近なもので例えると名刺とか、同じぐらいかそれ以下のサイズのメモ帳を使います。使っているメモ帳は都度紹介していきます。まずは自分への注意喚起、確認の手間の削減、見逃し防止として活用する方法を紹介します。おすすめは付箋タイプのメモ帳。こちらはリーガルスティッキーメモ、伊東屋から税込み330円です。伊東屋は有名な文房具屋さんなので、文房具好きの方はね、結構ご存知かなと思います。こちらの商品の元になっているリーガルパッドとは、アメリカで弁護士や裁判官などの法律家を中心に情報を一時的に記すものとして使われていたものがビジネスシーンに広まったと言われているものです。特徴的なデザインなので見かけたことがあるんじゃないかなと思います。こちらの商品は小さい付箋タイプで、裏面には両面テープがついていて机などに固定しておけます。では早速活用していきます。仕事のデスクとかキッチンなど作業する場所においてミスを減らすために注意喚起や確認事項などを書き込んで使っていきます。私は実店舗のカフェでコーヒー豆の開封日を記入したりしています。付箋自体が目立つ色なので無意識でもね目に入るかなと思います。文字を書き込むのも物に貼るのもちょっと遠くからねこのメモを読むのにもこのサイズ感がすごくちょうどよくて使いやすいです。他にも未来への自分へのメッセージとしても使えます。次回きっとこの対応するとき困りそうだなっていうことをメモとして作業場所や収納場所に残しておきます。作業場所に貼っておくことであちこちね確認しなくて OK でスムーズにミスなく作業できます。またミスの原因のあるめんどくさくなって確認しなかったっていうのを避けるためにチェックポイントをパソコンに貼ってあります。新卒時代にね勤めていた会社はセキュリティルールがしっかりしていたのでパソコンとかデスクに付箋を貼るのが禁止でした。なので手帳の裏表紙とかに貼り付けて使っていました。そしてこの目立つカラーとサイズ感を仕事ノートに活かして見逃しミスを削減します。まずはサイズ感の話。小さいのでねペンケースに入る場合が多く持ち運びしやすいです。なので議事録とか商談メモなどをメモっている仕事ノートと一緒に合わせて持ち歩き、後でやることを確認しておくことを共有することを依頼したこととかを最後にまとめて書き込んで、ノートに貼っておけばこれを後からね見返した時に目立つので見逃してしまう心配がなくなります。次はいつもよりちょっと多くのタスクをこなしたい、あちこちに気が散りやすいけど目の前のことに集中したい時におすすめのメモ帳とその使い方を紹介していきます。おすすめはブロックメモメモパッドタイプのミニメモ帳です。こちらはロディアのブロックロディア税込み220円。マイクロカット加工のミシン目で綺麗に切り離せます。5mm方眼で80枚入りなので1日2枚使うとすれば1ヶ月半ほど持ちます。厚紙がね仕込まれているので手の中でメモするときも安定して書きやすいです。また撥水耐久性を兼ね備えたカバンなので持ち歩きにはぴったり。個人的にはリングメモはリング部分がねポケットの中で当たってちょっと不快だったりかさばるので、持ち歩く前提で使う予定ならこのような閉じられているタイプが好きです。もう一点同じ用途でおすすめなのがマルマンから出ているニーモシネのメモパッド。こちらも220円。細いので持ちやすくて個人的に最近のお気に入り。当店でもね今月末から取り扱い開始です。ロリアのブロックメモ同様に1ページずつ切り離せるようになっています。中に厚紙が入っているのも同様の仕様です。いつでもねどこでもメモれますね。この穴はちょっと私が開けたものなので通常品は開いてません。ご安心ください。メモパッドはねペンを一緒に持ち歩くために引っ掛けるところがないんですよ。なのでハサミとカッターで自分で開けちゃいました。
表紙のね厚紙がねいい感じで穴も広がらず、意外にスムーズにペンをね出し入れできる。見た目はどうあれ気に入ってます。自己責任で参考にしてみてください。では活用方法です。単純作業系の仕事をしている時に頭ではね違うことを考えがちで、あのタスク進捗どうなってたっけとか、この作業こうやったら効率化できそう試してみるかとか、思いついたり思い出したことで頭がねいっぱいになって気がついたら違うことをしています。でね、結局中途半端なタスクだらけということが多々あります。中途半端なタスクだらけだと誰かに引き継ぎにくいし、集中できていないせいでねミスも増えます。ということでメモ帳の出番。目の前の作業以外のことを思いついたらここにメモだけして今は目の前のタスクに集中するという使い方をしています。当店の動画をねよくチェックしていただいている方は、あれその使い方別のメモ帳でやってなかったっけと気がついたかもしれません。正解です。こちらのね動画で紹介したタイミングでは第5号のスグログというものを使っていました。こちらのメモ帳がもう使い終わるので、この同じ用途でさらに使いやすいやつを探した結果、こちらのメモパッドタイプに落ち着きました。ちなみに第5号のスグログは違う使い方がさらにフィットしていたので、この動画内のね3つ目の章で紹介しています。合わせてチェックしてみてください。では話を戻しまして、メモパッドの方の使い方を引き続き紹介していきます。メモ帳は仕事やプライベート関係なくポケットに常に入れて持ち歩いています。パソコン仕事以外だとお店の陳列を整理するときも、これ在庫少ないなとか、ここにこういう棚があったら良さそう、値札が外れているなとかね、後で対応が必要そうなことをメモって目の前の陳列整理に集中します。家で掃除するときもストックが切れそうとか、気になる汚れの落とし方とか、家事を中断しないためにメモって後回しにする癖をつけています。同時進行でねマルチタスクするとミスが増えたり頭の中が結構モヤモヤするので、気になったこととかをねやりたい衝動を一回メモ帳に貯めて一つずつこなす方が個人的には経験からねいいんじゃないかなと思ってます。このメモ帳には調べ物、買い物とかをメモすることが多いです。でもう一つメモパッドのおすすめの使い方あります。それはね読書の時のメモとして使うことです。読書中もこれどういう意味だろうとか、この言葉すごくいいな、覚えておきたいなっていうこととか、後で調べたいことが湧き出やすいですよね。メモパッドは書き込む面が一番手前の状態で置いておけるので、片手でパパッとメモするのに適しています。気になることを書き出しておくことで頭の中がすっきりした状態になるかなと思っていて、その状態だったら本の内容も深く理解できる気がしています。それだけかもしれません。何はともあれね、目の前のことに集中したい時にはメモパッドタイプを置いておくことをおすすめします。ちなみに調べ事などの雑タスクをこのメモパッドに全部書き出すと、夜寝る前に消化してからすっきりして寝たいっていうね気持ちが働いて、いつもよりちょっと多く頑張ってタスク消化しようっていう気になります。最後に記録を残したり情報を参照する活用方法を紹介していきます。おすすめはこちらの第5すごろくアイデアサイズです。こちらはね文具女子博限定で猫のデザインが入ってますが、通常品は無地です。あと私は使わないで外してますが、背拍子部分にミニ鉛筆が付属しています。厚紙などは入っておらず全体的に柔らかいんですが、手にねしなってフィットするので書き込んでも安定しやすいです。ノートと同じような閉じ方で1ページずつを切り離すことはできないので、後に何かをまとめる必要がある時とか、一定の期間に何度か見返すことを分かっている情報の一時メモとして活躍します。例えば旅行するときに事前に調べてあった注意すべき現地情報だったり、歴史的スポットの見どころとかね、旅の途中に見逃すことがないようにメモっておいたりとか、旅行中はその時感じたことや学んだことをメモっておいて、後でそのメモをもとに旅行記としてまとめたりするのにも活躍します。仕事シーンでも同様に、休みの日にふと思いついた仕事のアイデアをメモっておいたり、言われて嬉しかった言葉とかね、ぐさっときた言葉をメモって後で語録を作ってみても面白いかも。なんかこういうメモってスマホでいいじゃんって思いませんか？
私もね、何度かスマホでトライしたことあるんですが、スマホっていろいろなことができるからメモろうと思ってスマホを見たのに、気がついたらね SNS を見てたりとか、メモること忘れて調べ物をねしてて時間が無駄に過ぎちゃうっていうことも結構しばしば。なのでささっとメモって目の前のことを楽しみたい、集中したいっていう人はメモ帳がね合っているんだと思います。相性ですね。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。家に余っていたメモで何か試してみようという気持ちになった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。またねー。